Ce rêve est une seconde vie. Il n'est plus percé sans frémir ces portes d'ivoire ou de cornes qui nous séparent du monde à nous. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort. Un engourdissement nébuleux saisit notre pensée et nous ne pouvons déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu et où se dégagent de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le séjour des limbes. お Puis い le tableau 猫のやつ s'efforce. なんでいつもあんな離れたところにいるんだ？あそこは猫の指定席なのさ。 Bizarre. Le monde des esprits s'ouvre pour nous. 海よ海、私絶対海。山の方が静かでいいんだけどな。なんたって温泉よ。今一番長いんだから。おい猫、こっち来いよ。ゼミの合宿どこか決めてるんだ。あ、ダメダメ。猫はこういう話全然乗ってこないんだから。おい待てよ。ねえねえねえ、明日のコンパ人数が足りなくて困ってるのよ。ひろこと猫も来ない？ねえ、男来る？男。もちろん。あ、じゃあ行く。ねえ、猫も行こうよ。私はちょっとその都合が。やだ猫、いつだってそうなんだから。猫ちゃんに興味持ってる男の子も来るんだけどな。ごめん、またそのうちにね。まあいいわ。猫の分まで頑張っていい男見つけよっと。どういうわけか男に縁読ってさ。あら？何それ、見せて。これカエル？それともカバー？恐竜よ。極道恐竜さん。極道恐竜さん？この子目つき悪いでしょ。だから極道恐竜さん。なるほどね。目つき悪い、顔悪い、格好悪い、三拍子揃ってる。今のいい。面白い。私猫、私立大学文学系1年生。本名は根岸都って言うんだけど、一番上と下を取ってみんな猫って呼ぶ。猫だよ。取ったのよ昨日は。俺サテンで2時間待ったんだぜ。剣もったいないから小夜子誘って見てきたけどさ、俺猫と見たかったんだぜ。うん、ごめん、またね。ハロー、満月の友達。はい、はるかちゃん。はいはい、どうもありがとう。そのはるかちゃんっつうのやめてくんない？20歳過ぎの男には無謀すぎるでしょうが。けど例のやつうまくいった？うん、来るはずよ。約束しといた場所に今夜8時。しっかり頼むわね。任しときって。じゃあね。
い、猫ちゃんお待たせ。もういっつも変なところから現れるんだから。うっぴょー、ビューティフルワンダフルトレビアン。こうして見ると東京の眺めもなかなかのもんだぜ。早く降りてきてよ。びっくりしたな、もう。ところでまだのようだね、山岸圭一郎のやつ。おたくこそ5分遅刻よ。またデートに忙しかったわけね。ちゃうちゃう、仕事抜けられなかったの。昨日までの彼女とは夕べ終わりにしたし。また振ったの？いつも新たな恋の芽生えを求めて生きる、それがシティボーイの宿命さ。はあ、これ佐伯遥。まあシティボーイというよりプレイボーイってところかな。ご覧の通りのテレポーター、そして私が初めて見つけた今んとこただ一人の仲間。今んところはね。で、奴の能力何か見当つけたか？全然。それがわかるくらいならお宅に鑑定を頼んだりしないわよ。山岸圭一郎に気づいたのは彼の体の匂い、体臭のせいだった。大学の語学の授業が一緒なんだけど、満月期になると1週間はお風呂に入ってないって感じで匂うわけ。それが私たちの力が最も強くなるサイクルとぴったり一致してるの。あんましきれいくない話だけどね。扉を開ける者よ。何今の？来たようだ。とにかく試してやろうじゃない。やあ、猫ちゃん。やあ。この招待状借りたノートに挟まってたから。満月の集いにようこそ。圭一郎くん、やっぱり来てくれたわね。そりゃあ。ところで後ろに隠れてるの誰？あら、わかる？その様子じゃどうやら仲間に間違いなさそうだな。誰？このおじさん。おじさん？あのね。私の仲間の佐伯遥さん、テレポーターよ。よろしく。そうか、そうだったのか。やっぱり猫ちゃん仲間だったんだ。前からそんな気がしてたんだよ。この際ズバリ聞いちゃうけど、圭一郎くんどんな力持ってるの？それがこらこら、オタク恥ずかしがる顔か。ほっといてよ。それが実は俺。うわ、猫ちゃんすごい力持ってんだね。冗談。こんなバカバカしいことできないわよ。圭一郎くんじゃないの？まさか。じゃあ一体何が起こったっていうの？なんだここは。どんどん引っ張られてくぞ。どうすんだよ猫。そんなこと私に聞かないでよ。そう、異空間にはまり込んじゃったんだ。なんとか抜け出すことを考えなくちゃ。考えてもなんともならんでしょう。何ったく能天気な坊やだぜ。なんて神経質なおじさんなんでしょう。ああ、またさっきからおじさんおじさんってね。俺が坊やならそっちはおじさんでしょうが。ああ、可愛くないねこの嫌なおじさんですね。やったなこいつ。やりましたよこの。何よ、こんな時に遊んでないでよ。ああ、猫あいつどっか行っちゃったぜ。もう何よこれ。何かしらこの扉。なんだこりゃ。私だって
あのね。ちょっと。そんな、やだやだ。参ったなこりゃもう。どうすんのよ。長い間ご復活の時をお待ちしておりましたネリウラ様。は？ネリウラって私のこと？なんなのオタク。私はこのネリウラ祭の神官を務めるラディンと申します。ラディン？ネリウラ様、どうか皆の者にご復活のお言葉を。お言葉っつったってここがどこなのかもわかんないし。ここは中の国の復活の広場です。中の国？はい。あなた様は500年の眠りからよみがえられた中の国の伝説の女王ネリウラ様なのです。伝説の女王？詳しいことは後ほどご説明いたします。ご復活のお言葉をいただかねばこの場が収まりません。復活の言葉なんて。そう、あなたはそのお言葉をご存知のはずです。さあ屈辱の日はもう終わるでもって私は扉を開けるだろう。猫、お前あんな言葉。わかんないけど急に頭の中に浮かんできちゃって。上出来でございました。ではご復活の印にこれを。うわ、これ本物の宝石だわ。すんげえ。その昔ネリウラ様が手にされていたと伝わる剣でございます。これが西の国の兵士どもです。ネリウラ様、逃げましょう。わははは、逃げられはせんぞ。貴様が伝説の女王ネリウラか。本当に復活したとはな。なんなのこの人。四股の砦の中将軍アルタリアです。おお、これは珍しい。土の色の髪をしているとは。ネリウラ、貴様の首打ち取ってジュラン三世様に献上してくれようぞ。あのね、アルタリア、私は根岸都、次第文系1年生。伝説の女王なんかじゃないわよ。ここに出てきちゃったのは何かの間違いなんだから。そうなんだって。話せばわかるな。話せば。消えたぞ。どっち？お、あそこだ。よせバカ。俺はシティボーイだ。わかるか？町の少年だ。だからチャンバラなんか似合わないっつーに。ネリウラ様、私についてきてください。ラディンって強くて素敵だわ。さあ、ネリウラ様、早く。ネリウラ様。猫、お前そんな力。はるか、すごいわよ、俺の魔力。東京の何倍も効くって感じ。あの月のせいだわ。これネリウラ、怪しげな魔法を使いよって。ここは任しといて。私の魔力絶好調なんだから。おい猫、無理すんなよ。ネリウラ様、思いにひねりつぶしてやろう。何が伝説の女王だ。こんなもの何も聞きませんぞ。お、あのアルタリアが。なんと素晴らしい魔法だ。ネリウラ様。何のこれ好き。
この余勢を買って明日は神村城を攻めることにいたしましょう。神村城って？お忘れですか。無理もございません。500年もの間よその世界で魂の眠りについておられたあの峠の向こうは中の国のかつての首都神村の都です。今でこそ敵の軍勢が占領していますが、その昔は練浦様の居城がございました。敵の態勢が整わぬうちに一気に攻めて城を取り返すのです。敵ってさっきの西の国の兵隊さんのこと？はい、そうですとも。俺頭痛え。まったくとんだ時代錯誤の世界に来ちまったもんだぜ。たくもう。練浦様、私トワドと申します。神村城へ行かれるならどうか私めをお供に加えてください。私は先祖代々王家に仕えた神官の家柄の者、ご復活なされた練浦様にどうしてもお仕えしたく。お宅も神官なの？はい。練浦様、何卒私めをお供に。御心のままに。御心のままにだって。はあ、光栄にございます。命にかけて練浦様をお守りいたします。これでいいのかな。練浦様、先ほどの素晴らしいお力、まこと伝説の通りでございます。伝説？はい、その昔この中の国はこの辺りでも最も活気にあふれ絶大な力を持っておりました。久米の川を渡って南の国を攻め、羽生山脈を越えて東の国へ進み、都の神村は文化の中心地として栄華を極めておりました。しかしある時、海の向こうのもう一つの強国西の国がいきなり神村城を陥れ、都は焼かれ、国王は首をはねられました。しかし国王の一人娘練浦様は決して運命を諦めることなく、わずかに残された兵を率いて戦いを続けたのです。黄金色の獣に乗って戦う練浦様のお姿は、それは勇敢でお美しかったと伝えられております。そして何よりも練浦様は不思議な力の持ち主で、壁を通り抜けたり睨むだけで敵を倒したりしたということです。だがその練浦様もやがて敵に捕らえられ、国王と同じ運命をたどることになりました。しかしその時、練浦様はおっしゃられたそうです。中の国の民たちよ、たとえ我が身は滅びようとも、我が魂は長い長い眠りの後に目覚める。その時私は明日へ続く扉を開けるであろう。首をはねられた練浦様の魂は、誰も知らない邪悪な世界に固く封じ込められたそうです。それから西の国の植民地となった中の国の民たちは、重い税を取り立てられ虐げられた歴史は今日までずっと続いている。明日へ続く扉？それに邪悪な世界ね。まあ確かに東京は邪悪な世界ではあるかもな。で、私にどうせっつうの？はい、軍を起こしシャワの都に住む西の国の大将軍デュラン三世を討つのです。デュラン三世？現在この国を支配している男です。民たちを救うには奴を倒さねばなりません。練浦様が神村城を取り戻し、戦いののろしを上げれば、必ずや中の国の民たちも立ち上がるはずです。
練り浦めぶっ殺してやる。しかし本当に夢のようです。あいつの予言通り伝説の練り浦様が私どもの前に復活なされるなんて。へえ、ラディンが練り浦の復活を予言したのかい。はい、あいつ予言は見事に当たるんです。でも本当はどこから来たかもわからぬ流れ者です。半年ほど前ふらりと村にやってきて練り浦様のご復活を告げたのです。それまで村の神官は私でしたが、あいつの予言がいろいろと当たるので村人たちはあいつを神官にしたんです。あいつは月に一度祭りを開いて練り浦様の魂に呼びかけていたんです。ギャーあー、しっかりしがみついちゃってもギャーあれが神村の城下町です。その昔は栄華を極めた美しい都だったということですが。子供か。ああ、びっくりしたな、もう。ああ、おかしな服着てる。髪の色も面白。面白って練り浦様を見に来たの？来たの？さっき練り浦様が西の国の兵士やっつけてカムラのお城を取り返したんだ。黄金色の獣と従者を連れて東のハノ山脈から来たんだって。すごく綺麗な金髪のお姫様なんだって。おい君たち、それ本当か？うん、本当さ。みんな行こう。どういうことこれ。ね、行ってみましょう。きっと金髪の練り浦が本物に違いないわ。練り浦様、私があなたを練り浦様だという以上、あなたは練り浦様、そう信じるのです。こいつがその練り浦の昔の住まいってわけ。ようやく練り浦様がお帰りになられたというのに、こんな変わり果てた姿になっちまって。おい、あれ、ライオンよ。練り浦様、お下がりください。練り浦様、ここは私めに。ひどいな、おじさん。シッシーはないでしょうに。おじさん。その声、山岸圭一郎？ご名答、猫ちゃん、おじさん、会いたかったよ。気色悪いって。ライオンマンつうわけか。じゃあの大衆は？まったとんでもない能力持ってたもんだぜ。懐かしい匂いがあると思って出てきたんだ。つうことは金髪の練り浦が連れている金色の獣っつうのは、猫ちゃんたちとはぐれた後、ハノー山って山のふもとへ出ちゃってね。そこで東の国から来たあの一行と出会ったんだ。彼女は東の国の姫なんだ。じゃやっぱり練り浦じゃないのか。うん、一緒にこの城下に入った途端、この城の兵士がその練り浦と間違えて攻撃してきたんだ。ところがその東の国の連中ってのがめっちゃくちゃ強くてね、逆にこの城占領しちゃったってわけさ。しかしその姫とやら城を落とした上にあのハノー山脈を越えてきたとは。中の国が占領されて以来道も崩れ、もう何百年も越えたものはないというのに。だからこそ越えてきたんだと言ってましたよ、あのディミダ姫は。何？ディミダ姫？知ってるの、ラディン？はい、名前だけですが、ラミディン・ディミダ、東の国の鬼姫。鬼姫？圭一郎、これ圭一郎はおらぬか？
回ってる。慶一郎、そなたの友人というのはこの者たちか？はい。なるほど、確かに慶一郎と同じ土の色の髪をしておる。無礼だぞ。ちょっと、いくら他国の姫とはいえ、ネリウラ様に対する礼をわきまえろ。ネリウラ、そなたが？猫ちゃんがネリウラ？どういうこと、おじさん？おじさんはやめろっちゅうに。面白い。伝説の女王ネリウラ殿が本当に復活なされておいでとは実に面白いぞ。おい猫、もっとちゃんとしろ。貫禄負けしてるぞ。ダメだ、負けてる。してネリウラ殿の軍勢は？軍勢？復活なされたからには当然西の国と一戦交えるのであろう？いえ、あいにく私の兵ってここにいる3人だけで。3人？面白い。ますますもっと面白い。わらわがはるばるハノー山脈を越えてきたのは病床の父君に西の国にしかない薬草を持ち帰るためだった。しかしわらわはネリウラ殿にかけてみることにした。かける？わらわが西の国に刃を向けてしまったのはネリウラ殿に間違えられたゆえ。わらわとお手合わせ願いたい。わずか3人の手勢で西の国の大将軍デュラン3世に挑もうというその腕でぜひわらわが勝てばそなたの首を手土産にデュラン3世から薬草をもらおう。だがもしわらわが負けたら我がラミディンの家は世の末までそなたに忠誠を誓おう。どうしたネリウラ殿？かけるだなんて、私は相手に遊んでるっつうに。猫ちゃん。ネリウラ様、おやめください。猫。私負けてあげない。わらわとて負けぬ。鬼姫ラミディンディミダは勝利の女神ゆえ手出しは無用ぞ。ラディン、トワド、邪魔しないでよ。すげえ、女の戦い。待て、手出しは無用じゃ。猫。さすがだな、伝説の女王。私本気になっている。自分の力を知ってから他人に対して本気になっちゃいけないと思ってきたこの私が今本気になっている。ネリウラ殿、なるほど、そなたなら敵を睨み殺すことができそうだ。ディミだ。皆の者、早く挨拶せぬか。ここにおわすはネリウラ殿、中の国の伝説の女王にして我が友なるぞ。
かな、女って。わらわが生まれた日、星が流れた。占い師が言ったそうだ。この子供はやがて波能山脈を越えると、父上は痛く心を痛められた。痛く心をってなぜ？父上も家臣殿も皆腰抜けじゃ。父上は何も起こらず何も変わらない毎日に満足され、今日と違う明日を迎えるのが嫌なのじゃ。波能山脈の道が大昔に崩れたままにされているのも、国の皆が違う明日を好まぬせいだ。山の向こうから新しい文化が入ってきて、変化が起こることを嫌っておるのじゃ。父上も皆も言う。明日は今日と同じように平穏な日であることが幸せだと。だがわらわは思う。明日は今日と違うからこそ明日なのだと。今日と違うわすか。素敵よリミダ。私今までそんな風に考えたことなかった。こんなに愉快なのはわらわは初めてじゃ。私だってこんな心から楽しいの初めて。本当の自分を出せるって初めて。ネリューラ様。猫ちゃんすごく美しい。こりゃ口説かなくちゃ悪いな。シティボーイとしては。大変だ。ネリューラ様大変です。城内に人が集まっています。人が？なんなわけこれ？戦いに来たのかな。それにしゃ剣や武器を持ってるやつ一人もいないぜ。ネリューラ様、四股の砦を攻めるんでしたらぜひわしらを連れて行ってください。オタクたちもやる気なのね。いい引っ越しですじゃ。引っ越し？はい、カムラの城を取られて腹を立てたデュラン三世がこの辺りの村を焼き払うという噂ですじゃ。それでネリューラ様が四股の砦を全滅させてくだされば、わしらそこへ引っ越そうと思いまして。なんてこった。なんつう他力本願なわけ。この人たちは。まったくだ。昨日もわらわをネリューラ殿と間違えたくせに誰一人加勢しようとはせぬ。このような腰抜け揃いではこの先が思いやられるわ。いいえ、役に立たないのは最初のうちだけです。この国の者たちは立ち上がるのにいささか時間がかかるのです。この者たちは西の国に支配された長い年月の中で戦うことを忘れ、現状に甘んじて生きていくことしか知らぬ民になってしまったのです。ネリウラ様、伝説の明日へ続く扉をあなたは開けねばならない。娘が土色の髪のお姉ちゃんがネリウラ様だって。どうしよう、すっごい失礼なことしちゃった。しちゃった。あれが四股の砦です。なんだありゃ。ドラゴンです。あんなのがいるわけ？岩陰
に身を隠すのじゃ。ネリウラ様。ネリウラ様、よかった。ありがとう。それわらわが退治してくれるわ。なんちゅうむちゃくちゃな姫様だ。うわっ、おのれ。東の国のラミディン・ディミダが相手じゃ。覚悟。鬼姫。ただーん、はるかさん登場。雄大な眺め。お主なかなかやるではないか。まあね。どうリミタちゃん、大空のドライブとシャレ込もうじゃないの。俺こんなにしびれる一目惚れを体験したの初めて。二人で恋の炎を燃やしてみるのもいいと思わない？何のことじゃそれは。つまり君に命を懸けてみたいってことさ。おお、そうか。ならば行くぞ。命を懸ける意味が違うの。ドラゴンを何とかしないと。ネリウラ殿、ドラゴンはわらわが引き受けた。ネリウラ殿は尻尾の砦を。意味だ。ネリウラ様、そう。私たちは砦へゴー。崖から降りて散らばれ。おのれ逃げるか。まだ追ってきてるぜ。よし、一か八かだ。こら。ここで得意のこれ。ケイイチロかっこいい。ネリウラめ、調子に乗りよってアルタリアの挑戦受けてみよう。死んだんじゃなかったの？わしは不死身よ。猫ちゃん乗れよ。サンキューケイイチロ。レッツゴー。うわどうだ姫、お見事。実に面白くなってきたぞ。はい、でも老体にはちょっときついですわい。どうだ。リラ様の来るのを待っていたぞ。復活の広場では図らずも不覚を取ったが、今度こそは貴様の息の根を止めてやる。うわネリウラ様、まさしく伝説そのままのお姿。おのれ。ネリウラ様だ。ネリウラ様。ネリウラ様、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 ネリウラ様。歴史が動き始めた。観念するのね、アルタリア。こしゃくな。
ああ、圭一郎頑張って。うわおいネリウラ、わしは不死身じゃ。いや勝ったんだわ、私たち。やったネリウラ様、大変です。ラディン殿が。ラディン。勇者ラディンよ、安らかに永遠の眠りにつくがよい。聖なる大地は汝がふるさとなり。黙祷。猫ちゃん、気を落とすなよ。ネリウラ殿、小に涙は禁物じゃ。戦に兵の死はつきものだ。その度にいちいち落ち込んでいたのでは到底デュラン三世に勝てはせぬぞ。そうです、その通りです、ネリウラ様。もともとあやつめはよそ者に過ぎません。これからはあやつめに代わってこの私めがお使いいたします。それに中の国の民たちもとうとう立ち上がったのですから。猫、おい猫。ネリウラ様、伝説の明日へ続く扉をあなたは開けねばならないのです。ひどいわよ。勝手よ。一人で先に死ぬなんて。勝手に人を戦に引っ張り込んどいていなくなるなんて。どうすればいいの？この先私にどうしろっていうのよ。もういっつもびっくりさせないでよ。伝説の女王様がメソメソしている図なんて様になってないね。メソメソなんかしてないわよ。タバコの煙が目に染みたの。第一、誰が死んだって私には関係ないもん。ネリウラの生まれ変わりだなんて全然信じてないもん。なあ猫、俺たちこっち来てから飯食ったっけ？え？それに俺そういうのなんとなく分かっちゃうんだけど、本当なら猫は昨日あたり生理始まる頃だろう。男がそういうの分かるのって可愛くない。怒んなよ。なんつうか俺たち体は東京にあってさ、意識だけこっちに来てるみたいな長い夢の旅してるっつう
そんな感じしないか？そう思えば気が楽じゃない。実はこのはるかさん、夢の中の伝説の女王様にぞっこん惚れちまったらしい。冗談よしてっつうの。今そんな気分じゃないんだから。冗談のつもりはないさ。冗談じゃなきゃ本気になっちゃうじゃない。だから本気だっつうに。あのな。何よ、ちょっと前までディミダンに言い寄ってたくせに、はるかの本気っつうのどうしたって一月持たないんだから。適当に付き合って結局すぐ飽きたっつってポイされるの。私はごめんですからね。わかった。何よ。お前な、相手が俺じゃなくてもなんだかんだ言って逃げるんだよな。きっと怖がってんだ。人と付き合うっつうことに怯えてるんだ。逃げんなよ猫。俺だってその気になりゃ本気やり通せるってとこ見せてやるからな。何よこの自信過剰男。ちょっと。止めて。はるかさん行きまーす。猫ちゃん、おじさん来てくれよ。早く。どうしたの？なんだよ坊や。あれ見てよ。新宿だぜあれ。東京タワーだ。あれ池袋のサンシャイン60。東京さん。本当東京だよあれ。懐かしいな。東京さん。イヤホー東京さん。待ってくださいよ東京さん。ネリウラ殿。ネリウラ様、行ってはなりません。そちらは日岡の森です。人の心を惑わせるあやかしの森ですぞ。何？怪物だ。困ったわね。また根岸さんだけ余っちゃったの？根岸さん、あなた自分からお友達避けてるところがあるでしょう。それがいけないのよ。わかる？あの子まだ高校生じゃない。どうしてアパート許したの？私が大学へ入るときは許さなかったのに。だからわかるでしょ。宮子にはその方が合ってるのよね。普通じゃないから。早子。ごめん。普通じゃない。怪物あちろどうなってんだまったく。嫌なもん思い出させられちまったぜ。俺も思い出したくないもんばっか。まったく気がめいるよ。あれ東京が消えちまってる。畜生、ありゃ次元の歪みが見せた幻だったんだ。コーヒー飲みてえな。俺何日もコーヒーなしで生きられるなんて思ってもみなかったよ。俺は吉田屋の牛丼が懐かしい。
俺たちいつになったら東京へ帰れるんだろうね。ねえ、私たちが本来生きるべき世界ってどっちかしら。私たちって結局東京の中のアウトサイダーなのよね。猫。私やってみる。私が本当に伝説の女王かどうかはっきり確かめるまで戦ってみたいの。猫ちゃん。猫。見ててよラディン。この国の明日へ続く扉は私の手で必ず開けてみせるわ。人間って本当に分かんないもんだ。一度立ち上がった中の国の民たちはびっくりするほど勇猛で力強く、まるで檻から放たれた獣のようだった。私たちは連戦連勝の勢いで勝ち進み、西の国の砦を次々に落としながら西へと進んだ。デュラン三世の居城シャワの都を目指して。ところがシャワの都のすぐそばまで進撃してきた時、デュラン三世はついにその主力である黒騎士隊を繰り出してきた。彼らは私たちの想像以上に強かった。私たちはとうとう死の谷へ追い詰められてしまった。娘がネリウラ様負けちゃうの。バカ、そんなことあるもんか。そんなこと。おのれ黒騎士め、ラミディン・ディミダは勝利の女神。このままでは済まさぬぞ。くそ、奴ら夜明けとともに攻撃してくるつもりだぜ。村人たちはすっかり怯えきっちゃってるし、これじゃ勝ち目はないな。もうこれまでかもね。あれだけの数が相手じゃいくら私に超能力があったって。なんだ猫、お前がそんな弱気でどうする。お前はネリウラだぞ。中の国の象徴なんだ。いいか、最後まで望みを捨てるんじゃない。はるか。ああ、まあ夜明けまでになんとか方法を考えなくちゃ。ちょっと偵察に行ってくら。じゃあね。へえ、おじさん結構マジになる時もあるんだね。こんな時になんだけど、猫ちゃんおじさんに惚れてるってわけじゃないの？やだ、何言い出すのよ急に。ごめん。そういうのって面倒だもん。だってせっかくうまくいきかけても何かの弾みで怪物とか言われて男の子逃げ出すんだもん。その度にいちいち傷つくのたまんないし。俺言わないぜ絶対。怪物だなんて本当。オタクやはるかは別なのよ。やっと見つけた仲間だもん。一時の気の迷いなんかで一生気まずくなっちゃったらそれこそ悲劇だわ。猫ちゃん、恋って必ずうまくいかないもんだって決めてるわけ？ついに夜が明けた。しかしこの
ピンチを切り抜ける方法は何もなかった。奴らすぐやってくるぜ。明暗なんかなかったけど、最後まで戦う気なんだな。討ち死にを覚悟じゃ。じいは国へ。いえ、姫のお供を。いよいよ討ち死にか。よーし。おい、何するつもりなんだ猫。苦しい時の神頼み。極道恐竜さん頼むわね。なんとやったー。嘘みたいな光景だぜ。逃げるな。それでもデュラン様の兵士か。異臭みたい。前へ出てあの化け物を射止めろ。なんということだ。極道恐竜さんありがとう。ネリウラ様、勝てますと。ネリウラ様、ありがとうございます。されみんな突撃だ。やっつけろ。引け。ネリウラめ、なんと怪しげな魔法を使いよって。奴ら引き上げていったぞ。やったね猫ちゃん。猫。私たちは再び西を目指し、峠を越えてシャワの都に通じる街道に入った。私たちが黒騎士隊に勝ったことを知った村人たちが次から次へと集まってきて、行列はあふれんばかりになった。ついにシャワの都を見下ろす丘の上に到着した。また一人でこんなところにいたんか。もうまたディミダやトワドが探してたぜ。明日の決戦の準備に総大将がいないと士気が上がらんとさ。ちょっとシャワの都を眺めてたの。朽ち果てたカムラとは大違いに綺麗だわ。ああ、デュラン三世ってどんなやつだろうな。明日になればわかると思うわ。そうだな。猫、決戦に勝てたら探そう。東京へ帰る方法さ。なんだかんだ言ったって俺たちが生きていくところ、やっぱあそこしかないもんな。私ね、こうして伝説の女王をやってて初めて分かったような気がするの。普通の人間のふりをするのに必死になっていろんなことから逃げてたんじゃ何も変わらないんだって。そうさ、裏切られたり傷つくことを恐れていたら何も始まらんさ。友情だって恋だって
今度そんなことしたらただじゃおかないから。はいはい、さようでございますか、ネリウラ様。私とディミダたちで城へ突っ込むわ。だから後の人々の指揮はトワド、あなたに任せます。はい。では中の国の自由を勝ち取るためにレッツゴー。ネリウラ殿、そなたは世界一素敵な女王になるであろう。ありがとうディミダ。でもディミダもしあなたが恋をしたらきっと炎のような恋ね。そうに決まってるわ。何を言っとんのじゃ、ネリウラ殿は。ネリウラ、今度こそ覚悟してもらおうか。ネリウラ殿、ここはわらわに任せられよ。そなたはデュラン三世を。早く行かれよ。ありがとうディミダ。お主が東の国の鬼姫か。そうだ、黒騎士覚悟。あっちゃー、ダメだこりゃ。敵がごちゃまんといるぜ。どうする？得意のやつさ。おっと、ここはなんだ？なんだこの像は。へえ、すげえな。この国にも神様があったのね。今まで一度も神の名を聞かなかったけど。それは今のところあなたが唯一の神だからです、ネリウラよ。ようこそネリウラ様。あなた方ならここにまでたどり着くものと思っていました。ラディン、あなた生きていたの？驚かれましたが、あの死体は私の身代わりだった。どうしてそんなことを？私にはそうする必要があったのです。そう、ラディン、あなたがデュラン三世だったのね。ネリウラの伝説は我々が作ったものです。中の国の民たちが重い税に絶望して自暴自棄に陥らぬように与えてやった夢なのです。つまりネリウラなる女王はこの国には存在しないのです。存在しない？じゃあなぜだ？なぜ俺たちにこんな戦を？実に素晴らしい戦いではありませんか。今この国のこの世界の明日へ続く扉が開かれようとしているのです。500年前、中の国が支配されて勢力を失った時からこの辺りの国では歴史が止まり、人々は皆眠り続けているのです。中の国はもちろん我が西の国も東や南の国も平穏なだけで何も変わらず、何も進まず、何も起こらぬ世界になってしまった。私はそんな生ぬるい世界に満足できる人間ではなかった。しかし
しかし新しい生き方、新しい考え方を求める者は周囲から異端の目で見られ、決して受け入れられることはないのです。だから私に戦を起こさせたというの？これほど強いとは思いもよらなかったぞ、鬼姫。誰かがよどんだ水に流れを作らねばならなかったのです。無力化した中の国を目覚めさせれば、その昔国々が互いに攻め合っていた頃のような活気がこの世界に戻ってくる。そのためには練浦伝説を実現させることが必要だった。それであなたは私をこの世界へ呼び込んだってわけ？そうです。復活の広場の扉は昔から空間の歪みがあって他の世界と接しているのです。私は全身全霊の念を込めて練浦になるべき人物を求めた。その呼びかけにあなたの得意な精神の力とその心が応えたのです。私の心が？はい、そうです。あなたの心の中は手に取るように伝わってきました。周囲から閉ざされながら必死に出口を求めていたはず。待て、黒騎士！さあ、かかってきたらどうだ。わしの負けだ。わしはもうお前の主人ではない。あの者のもとへ行くがよい。もっと燃えろ、燃え上がれ。これで西の国の本国もその他の国々も皆動き出すであろう。歴史は流れ始めた。私は賭けに勝ったのだ。姫、桶川リ田姫。おお、こやつをついに倒されましたか。はっ、あいつね。待て、じい。この者を丁重に葬ってやろう。はあ？いや、しかし。実に男らしい騎士じゃ。こういうのを一目惚れというのかのう、じい。はあ私は賭けに勝った。そして異世界の少女よ、あなたは立派に伝説の女王でした。扉だ。帰り道です。その扉を抜ければ元の世界へ戻れます。帰れるんだ、おじさん。俺たち東京へ帰れるんだ。ああ、帰るのさ。
でもなぜ？あなたと血を流し合う必要はないでしょう。私の相手はあなたではない、歴史だったのですから。さあ帰るがよい。あなたの役目は終わった。扉、私たちの扉、私たちの。さあ開けるがよい。あなたはもう私にとって必要なくなったのですから。必要なくなったですって。ふざけないでよラディ、いえ、デュラン三世。あなたが歴史の扉を開ける賭けに使ったのは生きている人よ。はい、そうですとも。歴史は生きている人間が動いてできるのですから。どうしてそんなことが言えるの？あなた人間を何だと思ってるのよ。生きるって何だと思ってるのよ。前へ進むことです。前へ進むためなら人の心や未来や運命をもてあそんでもいいというの？必要とあれば。そう、私にとって必要だったのだ。扉を開けるために。眠り続けるのは嫌だった。前へ進みたかった。何も変わらぬこの世界の何かを変えてみせたかった。そしてとうとうこの手で私のような男が生きるのにふさわしい世界を勝ち取ったのだ。今全てが、この世界の歴史も人間たちの運命も全て私の手の中に握られているのだ。猫ちゃん。いや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 扉は開いたのだ。私の扉。猫ちゃん、お待たせ。はーい、はるかちゃん。まあかっこいい車。俺の車に乗るの初めてだっけ？さあどうぞ。あ、ちょっと待って、はるかちゃん。もう一人来ることになってるから。猫ちゃん。来た。ごめん遅くなっちゃって。もう一人ってあいつのことなの？あれ、なんでおじさんがいるの？なんでとはなんだよ。猫とドライブの約束したのは俺だぞ。俺だってデートの約束したんですから。ドライブの約束の方が先なの。デートの方が先ですよ。いいじゃない、どっちでも。ね、3人でドライブ行こう。それにしても思い出すたびに不思議なんだよな、あの夜は。ほんと、3人とも同じ夢を見て目が覚めたら全然時間が経ってなかったんですからね。ところで猫ちゃん、そろそろ俺に口説かれてみる気にならない？どう？おっと、おじさん抜け駆けはずるいよ。いちいちうるさいんだよな、坊やは。坊やはやめてよ、おじさん。おじさんはやめろっちゅに。お元気でおられるか、ネリウラ殿。そなたが扉の向こうに帰られてから31の昼と夜が過ぎました。ネリウラ殿は別れ際に申された。今度はご自分の世界でご自分のための扉を開けねばならないのだと。今わらわは
ハノー山脈を越えたことを本当に良かったと思っている。ネリューラ殿、そなたにお会いしたことをわらわは決して忘れまい。